講義の後半に入ります。第3章の、博多における相対文化というところに入ります。前半の講義では鎌倉時代になると広い階層に中国文化の影響が及んだことをお話ししました。ただそのような現象が起こる以前ですね、すでに平安後期にも中国文化の需要について注目すべき現象が見られました。それは鎌倉時代に広まる中国文化が博多を中心とする地域でより早い段階ですでに紹介されていたことです。後半ではまずこの点を前半で言及した宋銭・宋式喫茶文化結い桶を素材として見ていきたいと思います。まず宋銭については京都周辺で用いられるようになったのは12世紀後半以後ですが、最近の考古学の研究によって博多やその周辺地域ではすでに11世紀終わり頃から使われていたことが明らかになってきました。中国のコインを通貨として用いる習慣が貿易港博多の周辺に限って行われていたということになります。喫茶についても同様のことが言えます。宋式喫茶文化が京都や鎌倉で行われるようになるのは13世紀のことでありますが、宋式喫茶文化とともに広まった喫茶の道具である中国の天目茶碗は博多やその近辺ではすでに12世紀前半の遺構で確認することができます。今写真で写しているのは博多で出土した12世紀前半の天目茶碗になります。実は12世紀に遡る天目茶碗の出土例は京都や神戸にもわずかにあるのですが、かなり限られたものです。そうした中でこの博多での出土は注目されます。結い桶も博多では他の地域よりも早く12世紀前半に現れます。写真にあるように博多では井戸の跡が多く発掘されています。これは井戸なんですね。今はもう水が枯れていますが、もともとはここから水が出ていた。でその水が出るところにですね、この木の枠をはめて、でそれを井戸として使っていたわけなんですが、このですね、この井戸枠にはですね、しばしば壊れたですね、結い桶が使われているということが知られています。でこれはですね、使っていた桶が壊れてですね、廃棄した時にですね、それを再利用したものと考えられます。結い桶が九州よりも、東の方に広まるのは13世紀以後ですが、このですね、結い桶を利用した井戸は12世紀前半にはもう確認できますので、やはりですね、博多周辺では他の地域よりも早く1世紀くらいですね、先にですね出現しているということが言うことができます。このようなタイムラグはこれら中国の生活文化を紹介したのが博多の宗商人だったことが関わっていると考えられます。宋銭・宋式喫茶文化結い桶などは平安後期に博多に滞在した宗商人によって、紹介され、それが鎌倉時代になって全国に広まったということでしょう。おそらく鎌倉時代になって太宰府による宗商人の管理がなくなったことが宗商人の生活文化の、全国化に影響していることは間違いないと思います。しかしですね、規制がなくなれば博多に伝わったものがすぐに全国化するのかというとそうではないと僕は思っています。確かにその傾向は強まってくるとは思うのですが、全ての原因を規制の有無のみに求めることには躊躇することがあります。というのも鎌倉時代にもやはり九州では得意な要素がですね、その宋代文化の需要において見ることができるからであります。この講義では最後にですね、第4章で、鎌倉時代に作られた石の塔、石塔を取り上げてこの問題を考えたいと思います。今写っている写真はですね、左が無法塔と呼ばれるですね、内ヌ塔というこういう丸い塔ですね。で右側が宝鏡院塔と呼ばれる塔でありまして、いずれもですね、現在まで日本の仏教寺院で、日本中で作られて、
使われ続けているタイプの塔であります。今日本のお寺に行けばですね、割とどこでも見ることができるタイプの塔なんですが、あまりこれは認識されていませんが、実はこれはですね、中国の石塔を導入したもの、しかも鎌倉時代13世紀前半に導入したものではないかと考えられています。その中の最も古い作例がともに13世紀の前半、無法塔は1227年頃で、宝鏡院塔は1239年頃という伝承があります。この中でですね、左の無法塔の方は、これは京都の東山の泉入寺というお寺にある泉入寺を作ったですね、春成というお坊さんの墓塔であります。この春成は中国に留学して帰国後も中国風の仏教を行った人でありました。ですので、この無法塔の造営ですね、日本で多分最も最初に作ったですね、この無法塔を作ったのも、おそらく彼が伝えた中国文化の一環だったのではないかと、宋代文化の一部だったと考えられます。で、右の方はですね、鳥獣戯画で有名な高山寺、京都の高山寺にある宝鏡院塔で、これは明恵というですね、有名なお坊さんの髪の毛や爪をですね、収めるために中国の塔をモデルに作ったものと言われています。これもだから中国の塔がモデルというふうこれは伝承がすでに中世に語られているわけです。これらの起源に近いところにあると考えられている中国の石塔の写真をですね、それぞれ出してみました。この今で出したですね、一番左と一番右の写真は、両方とも中国の宋代のもので、宋代後半南宋時代のものであります。細部では違いますけれども、完全には同じではないんですけれども、よく似ているところがあるというのは、なんとなくでも感覚的にも納得できるんじゃないかなと思います。おそらく鎌倉時代には中国からこうした形式の石塔が紹介されて、それに基づいて新しいタイプの石塔が作られるようになりました。鎌倉時代はこうした日本の石造物の歴史において一つの新局面となる時代であったということができます。ところがそうした中で九州にしか見られない独特な形式の石塔があります。例えば今映っているのは博多の近くにある箱崎八幡宮という神社のですね、そこの神院である恵光院というですね、お寺があります。そこにある石塔なんですが、このタイプの塔ですね、曹塔というタイプの塔に似てるんですが、中にですね、こういう仏菩薩がですね、彫られていてですね、これと同じタイプの石塔というのは日本に他にないんですね。で、これは形式的にですね、13世紀に宋から持ち込まれたものだと今考えられているものでありますが、実はこの恵光院にもう一つですね、13世紀に中国で作られたと思われるですね、異形の石仏も伝来しています。ちょっとこちらの方はですね、ちょっと権利の関係でここでは映せないんですが、これもやはりですね、かなり日本では全然広まらなかったタイプのものであります。この塔がある箱崎八幡宮があるですね、箱崎という場所は、ここは鎌倉時代には宋商人も住んでおり、貿易の拠点になっていたことが知られていますので、おそらくそういう関係から独特な石造物を入手することもできたんだと思われます。このようにですね、無法塔や宝鏡院塔が全国的に紹介されて広まったのと同じ頃、九州に紹介されながら全国に広まらなかった石塔も存在した。九州に来てからですね、すぐに日本中に伝播したものとそうじゃなかったものがあったということでございます。で、近年注目されているものとして薩摩塔があります。この薩摩塔というのはですね、昭和時代にですね、鹿児島にのみ分布する独特な形態の塔として紹介されまして、でそのために鹿児島の塔ということで薩摩塔と命名されました。今写真に写っているのは、鹿児島県の水元神社にある薩摩塔でありまして、上からですね、反りの強い屋根があり、で壺型の塔身があり、その下にですね、四天王像などを刻む守備壇があるという構成になっています。一番下の守備壇はさらにですね、中大軸基礎部に分かれるというふうになっています。さらにこの屋根の上のこの部分にはですね、
実は穴が開いてましてですね、さらに別の部材を差し込む穴があって、本当はこの上にさらにですね、双輪と呼ばれる部材が差してあったと考えられています。この薩摩刀はですね、これが紹介された当初は鹿児島で作られた独特な石刀として扱われていましたが、その後の研究でですね、福岡県、佐賀県、長崎県でも海沿いの地域を中心に多くの作例が発見されていまして、現在では40例以上が確認されています。したがって薩摩刀とは言いながら、実は薩摩、鹿児島のみの刀ではないということになります。むしろ北九州の方が多いぐらいであります。今左側に写っているのが薩摩刀の分布図で、この黒くなっているのが薩摩刀がある場所ですね。九州の西北部に特に多いという、印象があります。こちらの方ですね、薩摩刀の具体的な、作例を、いくつか写真で、出しましたけれども、この中で右のものはですね、近年国指定史跡に指定された福岡県白山の、薩摩刀です。これは13世紀のものと考えられており、山の中にあったということもありまして、保存状態も比較的良好であります。真ん中はですね、長崎県平戸の四式神社の沖積宮の薩摩刀でありまして、現存作例の中では、比較的早いものであると考えられています。現在はこれはですね、下の部分だけが残っていて、この上の部分ですね、この台の上の部分はもうみんな、この破片がちょっとあるぐらいで、あとは失われてしまっているんですけれども、この下の部分だけでですね、シミ弾の部分だけでかなり大きいというのは、後ろに写っているちょっと人の大きさと比べてもですね、分かると思います。さらにこの塔は実はこの下にさらにですね、土の中に埋まっていまして、ちょっと前にはですね、この埋まっている部分もさらに掘り出されています。今現地に行けばですね、より下の部分も見ることができます。で、左の方にあるのはですね、同じく長崎県の平戸の四式神社の中でもですね、中積宮というところにあるですね、塔になります。これは本当にごく一部分しかないんでありますが、この塔で注目されるのはですね、銘文が見つかったことでありまして、どうもその銘文がちょっとですね、かなり字が潰れてて読みづらいんですが、おそらく1323年と思われる銘文がありました。ということで、この銘文の発見がですね、かなり薩摩刀の作られた年代というものをですね、推定する一つの材料としてですね、注目されたところであります。この日本にある薩摩刀が作られたのは、先ほどの作例なんかも参照してですね、13世紀から14世紀の頃と考えられています。興味深いのはその石材でありまして、全てではないんですが、多くは赤紫色の凝灰岩で作られています。例えばこれは左にあるのは福岡県の馬頭観音堂というところにある薩摩刀で、ちょっと黒がかった紫色みたいな色をしているっていうのは、なんとなくわかると思うんですね。で、これまたですね、持ってみるとこの石とっても重いんです。で、これと同じ石は日本には存在しません。で、そこでこの石材は何なのかということでですね、素材分析をされた先生がいらっしゃいまして、で、どうもこれはですね、世界でも中国の特定の場所でしか取れない石であるということが分かってきました。特にその中でも寧波という場所でですね、これとですね、とっても似てる石がですね、12世紀以来、石材として利用されていたことが知られています。今スライドに写っている写真ではですね、右側の写真、これが寧波で13世紀の初めの頃に作られた石像なんですが、ちょっと光の加減で完全に同じには見えないと思いますが、同じような色をしていましてですね、ほぼ同じ場所で撮られた石材と見ていいんじゃないかと思われます。この石の産地はですね、今言いましたように寧波という場所なんですが、ここはですね、日本向けの貿易港があった場所でありました。寧波ここになりましてですね、今地図にこうやって出していますが、当時の日本の港は博多、先ほどから言っていますように博多でしたから、当時の貿易船は博多から寧波に向かうこの航路を通じてですね、貿易が行われていまして、このルートを通じてですね、日本に運ばれてきたと、考えられます。で、この薩摩刀はですね、当時日本で作られていたものとは明らかに違う独特な造形をしています。こんな形をした塔は
全国的には全然見当たらないということであります。そういうこともありましてですね、忍法で作られた後に貿易船で、日本に運ばれたものということが現在では考えられています。これらはほとんどが日本ではですね、九州の海岸部とか川沿いの地域に分布していますが、それはおそらくですね、船で運ばれたためだと考えられます。もともと宋商人の信仰対象として持ち込まれたとする説もあります。ただですね、中国から来た薩摩刀をモデルとして日本で作られたものも実は存在していた可能性があり、今この写真で写しているものをですね、右下に写しているものは長崎県の田平というですね、平戸のすぐ近くにある場所ですけれども、そこにある下寺跡にある薩摩刀なんですけれども、一見して分かるようにですね、この、一個の石で作られた非常に簡素な作りのものでありまして、造形も雑ですよね。でこれはですね、明らかに先ほど見てきたようなですね、紫色の石とはちょっと違うものでありまして、おそらくこれは日本の石で作られた日本製の、つまり中国から持ってきた薩摩刀を模倣して作ったものである可能性があるんじゃないかなというふうなことが考えられます。だからこういうふうなものをですね、九州ではですね、局地的に作っていた可能性はあるんですけれども、しかしですね、薩摩刀はですね、九州の外部にはほとんど広まりませんでした。先ほどの地図ではですね、その薩摩刀の分布図として九州の地図が出しましたけれども、全部従来知られていたものは九州のものしかないんですね。ただ最近ですね、本当に最近なんですが、大阪府の堺市で薩摩刀が発見されました。こちらは2021年のですね、堺市博物館の特別展のポスターの写真なんですけれども、この一番目立つところに見えている、これ左側に見えているのがこれが薩摩刀でありましてですね、どうも堺にも薩摩刀が来ていたということがこれで分かってきた。もしかしたら従来みんな変な刀なのであんまり気づいてなかったんだけども、ちゃんと探せばもうちょっと出てくるかもしれないのでありますが、ただこれまで九州でもう40も50も見つかっていてですね、やっと堺で1個だけ見つかったという状況から見ても分かるようにですね、圧倒的にやはり九州で分布しているわけであります。で要するにかなりこの堺の例なんかは今のところは例外的な事例と言わざるを得ないものであります。基本的に薩摩刀は宋商人によって中国から九州まで運ばれてきましたが、日本人にはあまり好まれなかった。でだから九州の外にはほとんど広まらなかったということが言えるだろうと。で日本人はですね、同じ頃に宋から紹介された無法刀とか宝鏡院刀は受け入れたのに薩摩刀は受け入れなかったわけであります。鎌倉時代には宋から新たな文化が次々と紹介されましたが、日本人はその中で自分たちが必要と思うものや良いと思うものは受け入れながら、そうでないと思ったものは拒絶しました。ここに外国文化に対する日本人の選択的需要という態度を見て取ることができます。逆に言えば博多など九州では他の地域よりも多様な外国文化が重要されていたということもできます。それは貿易船が行き交う国際交流の場としての九州の位置を示しています。以上、今回は平安時代から鎌倉時代の日本における外国文化需要の様相を見てきました。遣唐使の時代のような国家主導の国際交流とは異なる貿易商人中心の国際交流が平安時代には始まりました。もちろん江戸時代や近現代と比べれば、この段階では民衆の顔はまだはっきりとは見えてきませんが、国際交流に民間的要素が強まったことは確かです。平安時代には宋商人の生活文化はまだ博多周辺に留められましたが、鎌倉時代にはそうした文化が全国に広まり、広い階層の人々の生活に影響を与えるようになりました。ただ鎌倉時代にもあらゆる中国文化が受け入れられたわけではなく、日本人が不要と思った文化は九州でとどまり、全国には広まりませんでした。これを逆に言えば、国際交流の舞台となった九州では、全国的には受容されなかったものも含めたより多様な文化が受け入れられたということでもあります。以上が今回お話しした内容の、まとめとなります。最後に付け加えておきますと、今回は中世の外国文化の需要を検討するにあたって、
どのような人々がどのような交流を担ったかを強く意識しました。政権の中心にいる権力者だけ、あるいは国の中心にある京都や鎌倉だけを見るのではなく、国家から見れば周辺にいる人々や周辺の地域を見ることで、中央と異なる文化的動向が分かるのではないかということを示そうと考えたためであります。今日私がお話ししたですね、桶とか石とかの話が、これ自体が今後皆さんの、勉強なんかにですね参考になることは、それ自体はあまりないかもしれませんが、こうしたですね今回のこういう周辺の方から考えるというこういう姿勢ですね、こういうところは皆さんのですね今後の研究の参考にもなることもあるかもしれない、そのように今思います。もしもですねそういう意味で今回のお話が皆さんのお役に立てれば幸いであります。以上で本日の講義を終えます。どうもありがとうございました。